おはようございます。ギリギリまだ早いんですよ。ちょっと呼びが早いです。午前中に仕事するのが NG です。今日はルックの撮影になって。そうですね。撮影中もまた聞きたいことがあるので。マジですか。ちょっと今回のテーマはですね、はい。たけるさんの今年一番のアンサーをいろいろ。一番俺が苦手とする分野がなぜならば、はい、記憶がないのよ。今月一番とかがちょうどいい。短いっす。できました。毎回バリエーションをちゃんと変えてくれるんですね。できました。やらないんだ。コート第2弾ってことですか？そうなんです。この一番最初に作らせていただいたタートルが今年の秋から届くじゃないですか、そのタートルに合う冬コートをですね、作りました。一番こだわったポイントは形と素材よ。あ、他の色もあるんですよ。これなんかもう傑作中の傑作ですよ。見てください。かっけー。かっけー。ブラウンじゃないです。熊色です。熊色。これ黒ひょう色です。黒でいいんですね。黒ひょう色。このニ服とチェックコート作りたかったのよ。チェックのコートって可愛いじゃない。だからこだわりポイントはこの青、絶妙な青加減とか。いろんな青が。そう、赤チェックも最初悩んだんだが、使いやすいのは寒色系と言いますか。サイズは123で私が2を着てます。どんな服で合わせてほしいですか？普通に黒のカットソー1個あったらマジ全部いける。でも全然モックネックとかにマフラーとかでも全然可愛いと思うし、お値段とかこれがまたびっくりするんですよ。ハードル上げない方が。パルコに置いてあったらおお安いなーってぐらいで、伊勢丹に置いてあったら安っっていう値段です。これだけは伝えておきたいみたいなボタンですか？ボタンを変えました、上質になったからコートがね。だからなんか前回のボタンだと軽すぎたんですよ。もうちょい高級感あるっぽい感じのボタンに仕様変更しました。こだわりポイントですね。ボタン大事と思う。これとか高くした、高い方がちょっとかっこいい気がするから高くした。ポッケあるんですか？あるよ、もちろん。一見なさそうに見えるデザインだ。そういうデザインなんですね。ポッケあるよデザインもあるじゃん。あ、そうですよね。これはもう一見なさそうに無駄をこう排除するデザインじゃん、そんなところです。ありがとうございます。今年一番笑ったこと。自分が聞かれたらと思ってみて。緊急事態が明けて、めちゃくちゃ久しぶりに友達とですね、人狼やったのよ。笑ったね。笑いました。ちなみにどうなんだったんですか？もういつものメンバーなんですけど、出てる人だと古市とか、あとはその人狼の舞台をやってる俳優さんとか。強くないとダメ。いや、強い弱いもそうだけど楽しさってあるじゃない。なんか怖い人とか嫌じゃん。怒る人とか。今年一番頑張ったこと。自分はどうなの？やっぱ怒られてますよね。一応今シンキングタイム中っていうことなんですけど。俺は多分人より頑張ってない。そんなことないですよ。マジで一番頑張ったのは謎解きやってる時かもしれない。プライベートでめっちゃ頑張んないといけない時あるのよ。狂ったようなパズルとかそういうのをやってる時とか、平気で 5,6 時間ずっと解いてたりする。その時とか頑張ってるよ。だって今年すごい大きな転機の年だったじゃん。そうなんですよ。頑張ったことに入んないんですか？どっちかっていうと去年なんじゃない？あ、そうだ。去年がだって俺今年ってさ何してたんだろう。
でマジでも作品に関してはネットフリックスのドラマは1本しかやってないんですよ。ネットフリックスももちろん頑張ったけど、だから謎解きになってしまうんだそうなると撮影と謎解き企画したらそうなっちゃうんだよね。なっちゃうんだ。どうしても。あるわ。お、めちゃくちゃ頑張ったのあるわ。はい。富士急アイランドあるじゃないですか。あそこにですね、絶望要塞っていうアトラクションがあるの。いくつかのステージがあって、でそれをみんなこう何回も通って何回もやってやっとステージ2クリアできるみたいなことなんですけど、私ですね2日通ってついにステージ2をクリアしました。富士急に2日通ったはい、んだ。私富士急に2日通いました。泊まりで友達4人で行って1日目全員誰もクリアできなくて、2日目私だけ2おー死ぬほど頑張っためちゃくちゃ頑張った。それ謎解き的な。いやじゃない。んかもうちょっと違う、謎的な要素もあるけども、レーザー避けたり、イカゲームみたいなことですよ。今年一番感動したこともそれかも。ステージ2をクリアした瞬間の自分で、しかもそれって友達と行くんだけど、おのおのソロで参戦するの。クリアした瞬間俺一人なわけで誰とも共有できないんだよその喜びを噛みしめて今年一番ウーバーイーツで頼んだものはスンドゥブ。これもしやイテウォンクラスの影響ですか？そうですきっかけはそう意外と影響されるんですね、そういうされる。一番美味しかったのはカニ食べに行ったのって今年だっけ去年かな。ノブさんの。そう、やっぱあカニじゃない。富山のカニ。あれは人生の中でもかなりランキングが高い。今年初めて〇〇しましたみたいな。俺さ、それ本当取材で毎年聞かれるのよちょっと多分小学校の時とかに聞かれてたら答えられてたのよ。もうないのよ。意外とないですね。初めては。今年一番聴いた音楽なんですか？難しいね。ラットかな。トレーニングしてる時とかなんかかけたいじゃない、でもトレーニングしたくないじゃないそういう時に音楽かけて背中を押してもらおうという気持ち。たけるさんって漫画アニメ好きですか？もちろん好きですよ。今年ハマった漫画。私漫画めちゃくちゃ読むんですけど、はい、うるさいんですよ漫画に2021たける漫画大賞をちょっじゃあ3つぐらいあげてみます。と。おお。1つ一番渋い大井トンボっていう、大井トンボ？多分ねゴルフの雑誌とかで連載されてるのかなわかんないですけど、ゴルフ漫画なんですけど、ハンターハンターの作者の富樫先生とお話しする機会があって、なんか面白い漫画とか富樫先生が見るありますって聞いたら、5年前かな、2つ言ってて、1つはまだ連載して始まったばっかりの「鬼滅の刃」と「大井トンボ」だった。これはすごい話聞いちゃった時間ワクワクして待ってる。もう1つ目は「ワンダンス」っていう、はい、高校生のダンスの漫画。まずね、俺が高校時代ダンスをやってたんだよね。そこにすげえ重なるってのがあるのと、キャラクターがとても魅力的ですね。ダンス版ナルトみたいな感じ。想像で見たくなる最後は、推しの子です。ああ、これは有名ですね。この子はいいですよ。すごい新しいものを作ろうとしてるんだろうなっていうのが分かるし、ちゃんと面白さも損なわれてないから素晴らしいクリエイターだと思います。普段話しますか？漫画の話とか話さない。いいんですか？出しちゃって。熟考した上いいと判断しました。うわありがとうございます。富樫さんにだけ許可を取らせて
って今年の思い出って言われてなんか思い出すのフェイント多いですよねだけど北海道、今年はまあ北海道で年でしたからね小樽のなんていう市場で撮影があった時にその場で茹でてもらったカニがめっちゃ美味しかった富山もカニ富山もカニだから結局ね口に入れるものの中でカニが一番うまい一番出た結局カニが一番うまい前考え中って言ってたけどそこについてでそうだから今年はすごいのに出会ったね今年の一文字決めるああそれ系で僕の中でってことでしょいくつか候補があるねカニも入ってますまあそれが筆頭ではあるけどシンプルにこういろいろ新たまあるのうち海進の会とかそういう時期でもあるからそういうのもあるしなんだろうな謎で結果謎かなありがとうございましたありがとうございました